昆布水を使ったり、うなぎを使ったり、それはできてからのお楽しみなんですけど、とっても勉強されてるっていうのが面白いのが、生あったかい麺が出るんですよね。冷たいんじゃなくて、あったかい熱いラーメンじゃなくて、常温、言ってみればフランス語で言うとティエッドって言うんですけど、下手だよね、俺下手。いや全然いい感じですよ。いや中村君のが立派すぎて手慣れてるというか。そう思われたやだな。なんかすごい。売れてない芸能人がサインだけ上手になっていく。直樹さん来てないですか。直樹さんがメニュー作ってくるから、直樹さん来ないとメニュー。でもジェイさんとマンバスさん金本さんだから。で、このままかな。これはフォアグラのソースです。に今ちょっとトリュフの香りをつけてあります。今回うなぎ使おうということで、うなぎと、フォアグラをちょっとフランスの古典的な創作をしながら、ちょっとあと、ニューヨークのチャイナタウンで友人がちょっとフォアジャオのオイルを作ってくれたんで、それをちょっと使うっていう、そこからうなぎってなったんですけど、はい。加水が多いとか。今日一つはうちの麺が半分、でうちの麺も半分で、ちょっとお互い本当はストレートなんですけど、今回ちょっと島崎さんちょっとしたいっていうのもありまして、自分の方はちょっと手もみを今即席で作ってます。初めて同じ丼に僕の麺と中村君の麺が入る、今回初だよね。そうです。一つの丼に一つの丼に麺揚げが2人いるっていう。なんとなく僕の世界でほら違う麺を1個入れて、なんとなく自分はなんか邪道感があるけど、それをなんかこう今回はね、そうあえてやらなそうなことをしっかりやりましょう。やらされたみたいな。25年ぶりのコンビネーション。初め冷やしていこうと思ったんですけど、あえて茹でた麺をそのまま昆布水にダイブさせて、泡立て系の塩だれと香り油で味決めて、で最後キャビアと昆布水。あと15分。泡立てをあれに入れてやってみましょう。これもやってもいいかな。これじゃあちょっとください。はい。
待たせしました。はい。塩分確かめない。これ何でもありなんだね、この店ね。はい、ですね。もうありで味見してもいいんだよ。はい。なんでも。こんにちは。お待たせしてすみませんね。こんにちは。どうもお願いします。お待たせしてしまいました。外人がいっぱい入ってきた。お久しぶりです。どうもいらっしゃい。あ、そうです。なんか今流行ってるコンブスイーツがいいやつ。真似してみました。流行ってるから。じゃあ一発目、柴崎中村マスのマシコラボ。最初のワンディッシュ目です。ドラフトコンブ水、いってらっしゃい。いってらっしゃい。僕の昆布水をしげちゃんが渡ってました。下からクーッと飲んで、上の泡は残るんで、ほじくり出して、昆布がいつもより余計に入ってました。はい、2皿目です。25年ぶりのコンビネーション。いってらっしゃい。いってらっしゃい。柴崎中村25年ぶりのコンビネーション。いってらっしゃい。だんだん慣れてきちゃった。25年ぶりのコンビネーション。いってらっしゃい。いってらっしゃい。とっても勉強されてるっていうのが面白いのが生あったかい麺が出るんですよね。冷たいんじゃなくて、あったかい熱いラーメンじゃなくて、常温言ってみればフランス語で言うとティエッドって言うんですけど、生温かい味っていうフランス人はちゃんと分かってるんですけど、日本人はあんまり評価しない。今日はそこにキャビアを乗っけて、つまりパスタ、冷たいパスタにキャビアを乗っけたのも今から40年ぐらい前、イタリア人のガルチェル・マルケージっていう人が東京で、盛りそばを食べてパスタを冷たくして食べてもいいんだなっていうことを発見して、それに何か乗せようっていうんでキャビアを乗っけたんですが、そういうのが40年後こういうふうな形になってるなっていうのがとっても面白かったですね。うなぎフォアグラの山椒仕立て。いってらっしゃい。いってらっしゃい。うなぎフォアグラの花椒仕立て。いってらっしゃい。いってらっしゃい。強気のうなぎじゃないよ。はい、失礼します。はい、すみません。「
落とし島崎ロックインパクト。もう一回言います。すみません。ありがとうございます。天空落としわかりました。はい。いきます。天空落とし。ロックンインパクト。いってらっしゃい。いらっしゃい。天空落とし。ロックンインパクト。いってらっしゃい。麺の湯切りとかも最初の方はせーのとか言ってたんですけど、2ターン目から言わなくなりましたそうだね。かっこつけられるようになったね。あとね。二人ともナルシストなんで。いや、まずはなんか体験型というか、入った瞬間からなんですかね、臨場感出てて、でキャラの声、島崎さんと中村さんと浜ちゃんの3人が並んでて圧がすごかったでも多分そういうのは普通のラーメン屋さんでは食べれないし、もちろん家では絶対食べれないというか、すごかったっすね。僕がラーメン始めた時のにはもうあの2人は超雲の上の存在の2人で、もうレジェンドの2人が同じ厨房に立ってることがもう僕にとっては本当にその状態まず見たいなっていう、あの2人が作ってるのを待ってる時が一番ワクワクするんですよね。もう早くっていうよりはなんかもうワクワクしてずっと見てられるっていう所作感激でした。ありがとうございます。いげちゃん、相葉。いげちゃん、相葉。ありがとうね。ちょうど来て帰ってきてたんだ。はい。もう僕たち火曜日の夜に来ていて。そうなのね。そう、もうずっと19日までいます。よかったよかった。ちょうど島崎さんと相葉の話してたのよ。そうでしてて、相葉から連絡あったから、ちょうど今いるよっつって。いやーよかったですよ。あれでもうすぐ29日にも29日。紹介します。相葉です。相葉です。どうも。はい。日本の外国人ラーメン屋のレジェンドです。で今一緒にニューヨークで、もうめちゃ一番近いラーメン屋さんが相葉です。そう、歩いて3分。ね、もう18年前に始まったね、相葉は。島崎さんドキュメントで。おー、いいね。もう島崎さんともう何回もすごい楽しいアドベンチャーがありますよ。お願いします。お邪魔してます。天空落とし。インパクト。マシなマシラーメンシンフォニー。いってらっしゃい。まだ鳥が。はい、すみません。また。おはようございます。ありがとうございます。
ってらっしゃい。いってらっしゃい。どうでしたか？最高でした。いってらっしゃい。どうでした？やってみて。いやー、もうこんなにうまくはまるんだっていう、まあ、みんなキャラは濃いじゃないですか。でキャラ濃いもん同士が今度は3人コラボとかって結構大変なんですよ。2人コラボでも大変なんで、3人なんて本当に詰め込めないみたいなとこあったんですけど、でも本当に浜さんのおかげでこの場所を借りてですね、この小さい空間で島崎さんがと一緒に何がやれるかっていうのは、もう本当に楽しみでしかなかったんですよ。あの時よりも多分湯切り息合ってましたよね、今回も。前はでも2人で700とかやったよ。やったよね、2人でずっとね。じゃあ次回もっといけますね。いや、ラーメンだけだったらね。ラーメンだけだったら。いや、よかった。やってよかった。いい思い出ができました。本当に。帰ってきて、しょっぱな。すごい。あとはこちらのスタッフが、すごいですよ。あんまりないです、こういう。動いてくれる人たちがいる環境で、一人仕事だったんで、楽しいですね。こういうのもね、なかなか。お会いした時にも申し上げたんですけど、ブラウン管のね、中の人たちがそのまま出てきて、目の前で天空落としやら、こう、なんていうね、このロックな姿で湯切りされてるのを見て、僕はちょっと場違いな世界に来ちゃったんじゃないかなっていうので、なんかこの2日間、ある意味あれですね、ブロードウェイの舞台の袖でショーをなぜか見させていただいている一人の舞台好きの少年みたいな、そんな感じでしたね。またこれはやられるんですか？で島崎さんがせっかくやっぱり関東に戻ってきてくれて、これはちょっと面白い時代また来るなみたいな、はい、これをだから今回第1章と捉えて、これが何章までいくか分かんないですけど、まあ、正直死ぬまでやってたいなっていうのはあります。